皆さんこんにちは、J カムです。今回はフォレスターの1年半点検をするために東京スバルディーラーに来ました。待っている間、フォレスターの D 型が発売される前の C 型に試乗することにしました。理由はアウトバックがレボーグフォレスタースポーツに搭載の 1.8 リッターエンジンになるということで、同じ SUV のフォレスターが 1.8 リッターターボエンジンでどのような乗り味なのかということに興味が湧いたからです。今回の動画は e-boxer とスポーツの走りの違いを11点上げることで 1.8 リッタースポーツエンジンがいい人、私のように e-boxer がいい人が分かるようになっています。またアウトバックの 1.8 リッターエンジンの走りの予想を営業さんがしているので、そちらも情報共有させてもらいます。それでは試乗動画をどうぞ。ここから違うんですね。なんかちょっとシフトの質感がちょっと違いますね。軌道のとこから足のとこからちょっと感触が全然違いますね。軽いのかな、こっちの方が。ああ、いい。ハンドルの素材一つと違いますね。あ、そうなんですね。どんな違いがあるんですか？私今乗ってらっしゃる車、ちょっとツルツルしてません？そうですね。はい。牛側 100% で巻いてあるんですよ。はい。今乗ってらっしゃる車の方は合式になるので、少しこう逃げた時に柔らかいというか、そうですね。確かに柔らかい感じ。なるほど。これのパワーがこっちの 1.8 リッターのがあるじゃないですか。最大感ですね。こっちの坂でどんだけ違うんだろうな。e-boxer だとやっぱアウトバックパワーがやっぱちょっと足んないなと思うんですけど、まだスポーツモードがこうあるので、それで全然問題ないなっていう感じで思ってます。この 1.8 リッターどれぐらい違うのか少し興味が。実際このエンジン自体はターボといっても回せば回す分みたいなエンジンというよりも、日常的に使えるところでモーリングのパワーが出るというようなエンジンマシノリーから高速までバーンと入れないところでの力強さを感じると思います。やっぱりバーンとそんな伸びない。それが好きな人もいますもんね。スポーツモデルの車たちはやっぱり回転回ってこないとスピード出ないんですけど、その正確にはしてる。そうですね、せっかくのもう走った感じがちょっと若い感じします。e-boxer より。ここは好みですね。e-boxer の方が静かは静かですね。モーターで走ってる時は静かなのは間違いないですけど、普通に走ってる時の音がエンジン音っていう。そうですね、はい。やっぱりターボって何してるかっていうと、限られた1.8 リッターを頑張らせてるっていうのが作りなので、やっぱりエンジンが頑張ってる感じの音は入ると思います。今乗ってらっしゃるe-boxerの方は2リッターのもともと大きなエンジンに対して、サボらせるように電気を混ぜてるわけなので、エンジン自体がそんなに頑張らない。そういう意味ではやっぱり音は低いとは思います。こっちの方が少し硬いんですよね。硬いと思います。
レスターだいぶ乗り味違いますターボなんか求めてた人いたじゃないですか、モデルのスピードも書いてた、ああいう方が飛びつくターボでは実際ないですね。そうなんですね。これはハイパワーが目的だったんですよ。はい。まあ、そちらのターボ排気は速いですけど、じゃあその e ボクサーと比較して圧倒的な違いかっていうとパワーのところそこまでではないんですよ。以前のタイプの乗られてた方はやはり絞られてる感じがします。なるほど。早いんですよね、やっぱまあ、どこ走ってでもストップアンドゴーをただ繰り返すだけでも軽さっていうのは感じるんじゃないかな。軽いっていうのはそのボディが別に軽いわけじゃないんですけど、パワーがあるから感じる。はいはいはい。後ろの重量を感じないかもしれないですね。後ろに多分重心があるからなのか、走ってて結構安定感があるっていうか、大人の前アウトバック乗ってたんで、今の e ボクサーってそんなになんか言うほど違いをあんま感じなかったんですよね、前試乗の時も。実際今もパワー不足だけぐらいそんなに乗り味自体はそんな変わんないなと思ってますけど、今この 1.8 リッター乗ると後ろが重心が軽いからなんかこう本当に軽いっていうのを感じますね。e ボクサーのメリットでは確かにあるんですよ。どっしりしてるっていうのは、そう考えると GP アウトバックとかこの 1.8 リッター、まあエンジンは一緒で乗り味をどう変えてくるのかに興味あります。今はこれ明らかに若いなって思うんですけど、アウトバックってそっち寄りじゃないじゃないですか。結構大人寄りな安定した走りっていうイメージが自分が乗ってる時は強かったんで、これをどう味付け直すんだかなってすごい興味ありますね。レボーグですら、かなり大人なんですよ。このフォレスターの方が乗り心地としては硬いというか、揺れるというか、なので技術としてはスバルもう持ってるので、レボーグっていうのも持ってるので、アウトバックかなり大人で出してくるんじゃないかなと思いますけどね。日本もちょっと違いますね。こっちの方が揺れるっていう感触はおっしゃった通りかなって感じがします。あると思います。フォルムみたいですね、車の重心って1センチ2センチもだいぶ変わるんですよ。でそれがフォレスターで僕明らかに違うんで、やっぱり重心低い方が同じ硬さでも揺れない。結局そうか、足回り自体がレボーグの方が柔らかいんですよ、要するに。柔らかくしても、傾かないし、その辺りは重心が高くなるっていうのは、その辺りは不利にはなるんです。それはアウトバックは重心はプレスが下がるので、随時にだいぶ有利になりますから、めちゃくちゃよくはなる。スポーツモードでもちろんちょうど先頭ですね。e ボクサーでスポーツモードでやると結構なんかふかしてる感じが、で音もそうですちょっと違うじゃないですか。エンジンを頑張らせるように、i モードだとエンジンサボる方向なんですけど、基本的にはもうエンジン落とさないですし、エンジンプラス電っていう関係性を常に持とうとする。こんだけだけど硬さがやっぱすごい感じるかもしれない。自分結構硬いの好きなんですけど、これも硬いなって感じしますね。これじゃ後ろ乗っててどう？なんか揺れやっぱ多くない？少し多いな。感じるよね。運転してても感じるとか、後ろだと感じるのか。パワーを求めてなければいいボクサーに行っちゃうんですよ。
そっちの方が上なんですよ、その加速差って意味じゃないんですよ、コーナリング性能とか、直進の安定性とかってやっぱりこっちの方が上げてるので、そういうところを求めて、走りの本質的なところもやれば、こっちの方をお勧めするかなと思います。アウトボック楽しみだ。これがどんな感じなんだろう。レオーグとも確かに違うなって。違いましたね。わかりました。ありがとうございます。なので、こういった側面とかこういったところも、通常と違う。確かに素材が。でもこっちの方がいい気がする。ただそれがこういったところですとか、あとそっちもですね、そういったパネルにも同じような感じでなるほど。違いがあります。でもこっちの方がなんかかっこいいですね。結論としては私は e ボクサーの方が好みでした。ここは好みが分かれると思うので、実際にフォレスターのスポーツ e ボクサーの両方に乗ってみて皆さん確かめてください。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、ガジェット動画やキャンプの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。